慢ってさ、辛いことを耐え忍ぶってことなんですよ。自分を幸せにするお金の使い方をする必要があるんですね。自分を偽らずに思い通りの毎日を過ごせているかどうかってことです。可愛く賢く生きる嬉野サロン。今日も可愛く賢く生きる皆さん、こんにちは。嬉野美です。世の中にはいい子でいなさいって言われて、その通りいい子にする女性が多すぎる。結論から言うとね、我慢をすると女性は醜くなるし、お金も逃げる。そんなね、いい子ちゃんから女性は解放したくて、今日この動画を撮りたいなと思います。我慢がなんで女性を醜くするのか、我慢をやめる方法をシェアしたいと思います。我慢強さはダメ絶対ということで、みんな小さい頃から我慢して偉いねとかなんか言われてきてたと思うんです。我慢ってさ、辛いことを耐え忍ぶってことなんですよ。でも子供の頃から我慢すると偉いね〇〇ちゃんとかって褒められて、我慢して偉いって日本人の脳って結構刷り込まれてるんですよね。でも我慢に本当に意味はないんです。我慢って精神衛生上本当に自分の成長を妨げるものでしかない。だからそんなのは本当に早くさっさと捨てて、快適な環境で自分を伸ばした方が絶対効率的なんですよね。私は高校途中で辞めました。これはね、自主退学です。それは学校生活が自分の理解に苦しむルールと、もう教師と生徒がいたからなんですね。私立の高校だったんですけど、私が我慢してまで通って、両親が学費を払う理由ってもう何なんだろうって思って辞めました。でも我慢をやめて大学に入ってで起業して、そしたらもうスルスルね、人生が思うようにうまくいって、一気に楽になりました。なんかさ、我慢してる人って自己犠牲をどこか美徳だと感じてる部分が、心にあるんですね。我慢は美徳だとか、仕事は修行とか、下積みは必要とか、こういうのって日本人に刷り込まれてる価値観だと思います。世の中には、やらないといけないことはもちろんあります。でもその我慢は本当に必要なことなのか、一回立ち止まって考えてみてほしいんです。例えば、本当はいいお肉を食べたいけど節約のためにカップラーメンを食べてる自分、本当はこんな仕事はないけどこなしてる自分、本当はおしゃれをしたいけどどこか心の中で諦めてる、自分。これってさ、やばくない？こういった我慢がエスカレートするとどうなるか。我慢が貧しさを生み出します。我慢イコール貧しさの思考。これは女子とお金のリアルっていう浅木さんの本にも書いてあったんですけど、自分自身にどれだけお金を使えるかっていうのは、自分が自分自身に感じている価値が反映されます。つまり自分を幸せにするお金の使い方をする必要があるんですね。彼女自身が言ってたのが、お金に対するね、捉え方を変えた結果、極貧生活からどうやってお金持ちになったかみたいな、そういった我慢しない生き方っていうのがその本には赤裸々に語られてたんですけど、彼女自身が自分にお金を使うのが怖い、自分にエステ代とか1万円とかそんな高い費用を怖くて払えない、もったいなくて払えないっていうのを過去に思ってたみたいで、ここでちょっとすごい大事なことなんですけど、成功においてはその裕福も貧乏もないんですね。大事なことっていうのは、自分を偽らずに思い通りの毎日を過ごせているかどうかってことです。重要なポイントなんですけど、この自分を偽らずにっていうところがもうめっちゃ大事。これでいいとか、私はそこまで望んでないとか、実際には思ってないのを発言するっていうのを偽りって言いますが、我慢し続けているなら、それは自分を偽っていることと同じなんです。マジで。だから欲しいものは欲しい、いらないものはいらない。朝起きたくなきゃ昼に起きればいいし、電車に乗るのが嫌なら家で仕事をすればいい。これってさ、別に法を犯してるものじゃないし、強制されたものでもないじゃないですか、誰かに。今の目の前の生活、人生、大人なのであれば、あなたが全部選択しているものなの。全てそれがあなたの思い通りだったら、つまりそれは裕福であれ貧乏であれ、つまり成功してるってことです。今あなたの目の前の生活、人生は今これまであなたが全部選択してきたものだよっていうことです。やっぱりね、女性は我慢して苦しんだらおブスになる。これはマジでそう。おブスになって醜くなるから、ますます苦しくなる、苦しくなる、醜くなる、苦しくなる、醜くなる。
そうこれが負の循環になる。なんか苦の苦痛って女に一番いらないの。苦の苦痛はもう女を醜くするだけ。苦の苦痛を我慢すればするほどもうそれに比例するようにもう醜くなります。そんなことないってね思う人もいるかもしれないんだけど、実際は女性はねそう内面のダメージが外見に本当に直結する生き物だから、これはマジです。女性は綺麗にならないとダメなんです。女の子は直感を大事に、だから自分自身のもう快とか不快をしっかり感じ取ってその直感に従う、自分の心の奥の声を聞いてその直感に従う、これがやっぱり大事だから、無理して我慢とかしてその場にいる必要はないし、苦悩とか苦痛とか与えてくる人と一緒に過ごす必要なんて本当にもちろんない。だから他人に変わることを期待するよりも自分が変わる、女性に生まれたら最高に綺麗になる、人生は一度だから完璧に磨き上げる、そういうことです。ちょっとなんかズバズバ言ったんですけど、我慢しないで、苦悩苦痛から絶対に離れないでください。本当に我慢すると女は醜くなるから、それだけ覚えてくれたらいいです。今日はちょっと私のメッセージのある動画でしたが、こういった私のちょっとマインドもコラムから配信しているので、ぜひ動画の概要欄からゲットしてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。